猫は自分の名、他の猫の名すべて覚えていて、飼い主の名も覚えているんですね。皇太子時代のご趣味1番は登山。天皇陛下のご紹介でただ一度のお怒り。それは、皆さんこんにちは、ミステリーマンフルです。今日は秋の園遊会で天皇陛下にひふみんがです。天皇陛下を前にひふみんこと将棋棋士加藤一二三九段83歳が暴走のひふみんトークをしたのをご存知ですか？報道番組ミヤネ屋のライブ中継で運よく見るチャンスがあり、大笑いしてしまいました。11月2日、天皇皇后両陛下が主催する秋の園遊会が赤坂御苑で開かれました。松任谷由実さんら約1000人が招待され、その中にひふみんもお会いできて嬉しく思いますと、天皇陛下の方からひふみんありがとうございます。藤井聡太さんという若手が現れまして、大変盛り上がっていて非常に良い子だと思っています。ひふみんは自身の功績ではなく、唐突に藤井聡太さんのお話。藤井さんは前人未到のタイトル8冠を独占しましたね。陛下素晴らしいですね。ひふみん、藤井さんは21歳で大変研究熱心で、でも藤井さんが活躍することによって周りの棋士も研究することになって良いことです。ここで陛下は会話を軌道修正。加藤さんも本当に将棋界のために大変ご尽力なさって、ひふみん中学で棋士になり70歳で引退し、子供に教えたり、時々大学とか高校で講演もしております。将棋の話とか音楽、時々動物の話もします。皇后様、動物は何がお好きなんですか？ひふみん、詳しくですか？猫ですね。皇后様、猫ちゃん。マスクの下でも満面の笑顔で、ここでミヤネ屋はコマーシャル。以下は別途調べました。ひふみん、猫はですね、ご存知でしょうけれど、猫は自分の名、他の猫の名すべて覚えていて、飼い主の名も覚えているんですね。本当に猫は能力がある教授が猫の研究をしましてね、もちろん犬も研究したんですが、延々続きます。優しくにこやかに聞いていらした陛下でしたが、ここですかさず、ここにも猫がいるんですよ。赤坂御苑の敷地を手で指し示され、ゆっくりと次の招待客へ。いかがですか？天皇皇后両陛下とひふみんの様子。私は猫ちゃんの話あたりからもうハラハラ。でもしなやかな対応力で会話を収められた天皇陛下、さすがでした。陛下は今年2月23日63歳の誕生日を迎えられました。その際1年を振り返り、将棋の世界では藤井聡太さんが昨年5つ目のタイトル王将を獲得し、最年少の10代で5冠を達成しました。現在は8冠。コロナ禍などにより多くの人々がさまざまな困難を抱えながら生活している中で、たくさんの人々に大きな感動や明るい希望を与えてくれ、こうした若い人々が日々の努力を積み重ねながら新たな世界を切り開いていく姿が見られることを今後とも楽しみにしております。ひふみんはこの会見を覚えていたのでしょうね。さて、お優しそうな陛下、一体どんなお人柄なのでしょう。皇太子時代のご趣味はビオラ演奏、テニス、ランニングなど。でも一番は登山。富士山3776メートルや南アルプスの白根三山3193メートルなど、3000メートル級含め170を超える山に登ったと。水のご研究では大学で講義をなさるほどだそうです。陛下を知る人は口を揃えて、怒ったお姿を見たことがないと言います。元宮内庁職員山下真司さんは、皇太子時代を含め職員が陛下から叱責されたという話を聞いたことがありません。91年、陛下のモロッコ英国ご訪問に同行し、夜遅い時間の帰国でした。挨拶してから帰ろうと事務室に伺いますと、そこにたまたま陛下が
山下さんお疲れ様でした。ちょっと飲みますかと声をかけていただき、2人で少し飲みながらお話ししました。職員にも常にそういった気遣いをされる方で、感情に任せて怒りをあらわにされるようなことはないと。皇室の中では際立って仁義の精神を実践されているのが今の天皇陛下だそう。故浜尾実元東宮侍従長は2つのお話をなさっていました。幼稚園で朝顔を育てていた時、他の園児は次第に飽きてしまった中、陛下だけが毎朝お水やりを忘れず、いつも朝顔の成長ぶりを見守っていたそう。小さなお手とつぶらな瞳で、なんて可愛いんでしょう。優しいお心は生まれつきなのでしょうかと幼稚園の先生も。2つ目は孔子の論語。陛下は小学生時代から素読していらっしゃったそう。論語はありていに言うと、どう生きたらこの世をかっこよく生きられるかという孔子と弟子たちの問答集、仁情け深い心を大切にが孔子の根本の教えですね。私もナンバー79で栗山監督が大谷翔平選手に勧めた本が渋沢栄一著論語とそろばんだったとお伝えしました。今回天皇陛下も小学生の時から論語とびっくり。人社の誓いを幼少期から守り続けられてきた陛下ですが、それを破られたことがありました。2004年5月の記者会見で外交官の仕事を断念して皇室に入り、国際親善が皇太子妃の大切な役目と思いながらも、外国訪問がなかなか許されなかったことに大変苦悩していました。政子のキャリア、そのことに基づいた政子の人格を否定するような動きがあったことも事実ですと発表されたのです。前年12月に雅子さまはお倒れになりましたが、原因の一つが男子を産まなければならないという重圧だったと言われています。状況を改善し政子を救わねばという決意が秘められていたと宮内庁関係者は当時を振り返ります。さあ、天皇陛下のご紹介でただ一度のお怒り、それは雅子さまをお守りするためと分かりました。いつも必ず守ってくださる方のおそばで、雅子さまは本当にお幸せと思います。庶民の妻の憧れ、金城天皇陛下でした。最後に家族を守る言霊を見つけましたので残しておこうと思います。1、乳児は肌を離さず。2、幼児は手を離さず。3、児童は目を離さず。4、青年は心を離さず。5、家族は魂を離さず。5歳の藤井聡太さんは早くおじいちゃんになりたかった。付録レビュー。今日はアフタヌーンティーのビッグポーチ、ゼクシー2023年5月号の付録です。ストロベリーすぎるアフタヌーンティーリビングのブライズビッグポーチ、なんといってもいちご柄、可愛くて上品です。蓋裏と内側にポケット付きでたっぷり入ります。ウェディングアイテムはもちろん、お化粧品やおむつ入れにしても良さそう。マチが膨らんでたくさん入ります。本編が園遊会でしたのでアフタヌーンティーでした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではではまたね。